はい、どうも藤井です。このチャンネルでは花の82年組のアルバムを聴いていってるんですけど、今はサードアルバム編です。で、今回は三田寛子さんと早見優さんのアルバムを聴いていきます。どちらも初めて聴くアルバムで、どんな内容なのか今から聴くのが楽しみです。では聴いていきましょう。まずは三田寛子さんのサードアルバム夢路です。三田寛子さんはセカンドアルバムメランコリーカラー発表の後、1983年1月に4枚目のシングル一人ぼっちの卒業式をリリース。83年4月に村下幸三さんのカバー初恋を5枚目のシングルとしてリリース。83年9月に6枚目のシングル野菊一輪をリリース。こちらも村下幸三さんの作曲ですね。そして83年11月に1年ぶりのサードアルバム夢路を発表します。ジャケットは、こんな感じで超ドアップです。お肌の角質まで鮮明に見えるくらいのアップですね。裏も、横顔のアップです。歌詞カードはこんな感じで、写真が結構多いですね。あとファンの皆様へのメッセージという紙が入っていますね。あとアンケートはがき。じゃあ聞いていきましょうか。 A 面1曲目待ち人、秋陽子さん作詞岸田聡さん作曲のセリフから始まるスローな曲です。おっとりとした感じの1曲目ですね。また、前のアルバムよりも歌の表現力が上がっているように感じました。2曲目初恋、村下幸三さんのヒット曲のカバーで、原曲は当時よく耳にしてて良い曲だなと思ってました。この寛子さんのカバーはちょっとテンポアップしているでしょうか。原曲より軽やかで爽やかなイメージになっています。3曲目堪忍、こちらも秋陽子さん作詞岸田聡さん作曲の和風なテイストのフォークソングです。タイトルからもわかるように歌詞に京都弁が入っています。寛子さんは京都出身だからか違和感なく聴けますね。堪忍のところが、可愛いですね。4曲目野菊一輪、秋陽子さん作詞村下幸三さん作曲のシングル曲。アップテンポでマイナー調の歌謡ポップスです。ここまで聴いてきてかなり日本的情緒みたいなのをアルバム全体で前面に出している感じですかね。しかし不思議と、ダサい感じにはならず素直に聴けますね。5曲目桜の木の下で、スローで穏やかな感じのバラード曲です。穏やかだけど切ない感じのする、良いメロディーの曲ですね。B 面に移りまして1曲目星空の人魚、アップテンポで明るいポップスです。開放感にあふれる曲でノリも良くていいですね。ここまで能天気な感じは寛子さんの曲では珍しいかもしれません。2曲目夢路、アップテンポマイナー調の曲で、こちらも秋陽子さん作詞村下幸三さん作曲ですね。ちょっと GS っぽいノスタルジックな感じもありますが、アレンジの妙でしょうか。80年代的スピード感があり結構かっこいいです。 B 面3曲目冬色物語、ちょっとしっとりとしたマイナー調のポップスです。作曲は林哲司さんですね。ストリングスのアレンジがいいですね。B 面4曲目秋うらら、アップテンポで切ない感じを持ったマイナー調の曲です。目まぐるしく変わる展開、クリーンなエレキギターとストリングスのアレンジが、秋風みたいに涼しい感じで印象的です。 B 面5曲目、ラストは夕凪海岸、ボサノバ調のスローな曲です。寂しげで大人っぽい雰囲気、この曲はとても好きですね。前半はかなり和風なテイストを押し出したアルバムのように感じたのですが、全体を聴き終えるとそうでもない印象です。しかし、日本語の歌詞を大切にしたアルバムだなと感じました。それはまた以前よりも寛子さんの歌の表現力が上がったことにより
歌詞がスッと伝わってくるようになった、だからこそなのかなとも思いました。強く印象に残った曲は「堪忍」「桜の木の下で」あと「秋うらら」ですごく好きだなと思った曲は「星空の人魚」「夕凪海岸」です。続いては早見優さんのサードアルバム「ラナイ」です。早見優さんはセカンドアルバム「イメージ」発表後、1983年1月に4枚目のシングル「あの頃にもう一度」をリリース。83年4月に5枚目のシングル「夏色のナンシー」をリリース。これが大ヒットになります。そして83年5月に発表されたのがこのサードアルバム「ラナイ」です。このアルバムはシングル曲が収録されていない挑戦的な作品ですね。にもかかわらずユウさんのアルバムの中では最も売れた作品みたいですね。ジャケットはこんな感じ、本当に夏って感じのちょっと日が傾いてきた時間帯ですかね。裏もこんな感じで、中は歌詞カードとポスターですかね。写真がこんな風に、中はスポーティーな感じでいいですね。じゃあ聴いていきましょう。 A 面1曲目、会いたい気分。アップテンポの爽やかなユウさんらしいオープニングナンバーです。とてもキャッチーでしょっぱなから心をつかまれました。2曲目、Sail in the Sunset。こちらも夏の海を感じさせる爽やかな曲ですね。シンセのシーケンスがもうキラキラしてて印象的です。3曲目、サマーホーリーナイト。こちらはちょっとファンキーでおしゃれな雰囲気の曲です。A メロのリズムパターンなど少し変則的で、その他もアレンジが凝った感じでかっこいいですね。4曲目、ロコサーファー。軽快な跳ねるようなリズムの曲で、歌詞にナンシーっていうのが出てきてハッとなりますね。セリフもあるんですけど、自然な感じで素直に聴けます。5曲目、Someone's Boy。オールディーズ的な曲ですが、シンセをふんだんに使ったアレンジはモダンで新鮮な印象です。B 面に移りまして1曲目、レイニーボーイ。アカペラのコーラスから始まるミドルテンポの曲です。開放感を感じるアレンジですが、ほんのり切ない感じがあって胸がキュンとなります。これはいいですね。 B 面2曲目、Still Remember You。 ラテン系のノリのちょっと大人っぽい曲ですね。都会の夜のイメージがあります。 B 面3曲目、You Are So Shy。 ミドルテンポのポップスですが、こちらも明るい中にも繊細な感情が感じられる良い曲だなと思いました。 B 面4曲目、オレンジムーンの恋。レゲエのリズムの楽しい曲です。しかしこれもただ楽しいだけじゃない、アレンジでちょっと切なげな感じが表現されているように思うんですよね。 B 面5曲目、ラストはカバーザムーン、月を見ないで。マイナー調で始まるスローな曲です。しかし歌謡曲的な匂いはなくって、とても洒落た感じの曲です。以上全10曲、聴き終えた感想は、すごく垢抜けたおしゃれな感じのアルバムだなと思いました。このアルバム A 面は全曲村松邦夫さんの編曲、 B 面は井上彰さんの編曲になっています。どちらも適度にシンセサイザーを使った80年代らしいアレンジで、歌謡曲臭さを感じさせない新鮮なアレンジになっていると思います。最初夏色のナンシーの直後に出たアルバムなのに入っていないのかとちょっと残念に思っていたのですが、聴き終えてみるとすごく良い曲が多くて満足度の高いアルバムでした。特に好きな曲は会いたい気分、レイニーボーイ、サマーホーリーナイト、You Are So Shyもいいですね。他の曲ももう全体的に良かったです。はい、今回は三田寛子さんと早見優さんのサードアルバムを聴いてみました。三田寛子さんは日本語を大切にした古風なイメージの作品、
早見優さんは開放的で80年代当時の先端を行くようなモダンな作品、好対照なところのある2枚だったと思います。やはり3枚目のアルバムともなると、それぞれの方向性がはっきり定まってきたというのは感じますね。はい、では次回も82年組のサードアルバム聴いていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。